皆さんごきげんよう、上川薫です。今回最初に取り上げる話題は、アメリカのトランプ政権の暴走についてです。トランプ大統領は、アメリカ国内で自動車は作れば良いとして、アメリカに対して輸出する自動車については、どこの国であろうとも 25% の関税をかけると発表しました。これまでアメリカの報道でも、また日本における報道でも、この 25% という関税は、アメリカの貿易赤字を減らすための交渉の足がかりとして用いられており、相手国と何らかの取引、ディールが行えるのであれば、実際には 25% という関税は発動しないのではないかといった話なども予想として流れていました。しかし、今回の発表はそうしたこれまでの見方を完全に葬り去るものとなるようです。トランプ大統領は、それぞれの国、例えば日本やヨーロッパメーカーなどが多くの自動車をアメリカ国内で販売し、それによってアメリカの富を奪っているというような話をしています。完全 25% が嫌であるのならば、アメリカ国内で生産すればよいという話をしています。トランプ大統領を支持している人は、こうした関税政策を用いることによってうまくいくということを信じています。しかし私は、今回の政策は、アメリカ国民にとっても結局のところマイナスが大きい政策だと考えています。というのも、関税 25% を課すことによって、輸入者だけではなく、結局のところ、アメリカのメーカーも自動車の価格を上げざるを得ないことに追い込まれるからです。トランプ大統領としては、アメリカのメーカー以外の自動車だけが値上がりするかのような幻想を振りまいていますが、そうではありません。というのも、アメリカのメーカー自身もこれまでは北米地域全体を考えての製造を考えていました。カナダやメキシコとの間における貿易協定で関税が 0% でしたから、アメリカのメーカー自身も何もアメリカ国内だけで作らなくてもいいやという考え方がこれまではありました。そのため、カナダやメキシコでも自動車本体を作ることもあれば、自動車の部品を生産することもありました。北米地域全体が一つの経済圏として活動していたのです。ところが今回はそのようなメキシコやカナダも切り離してのアメリカ国内で作るよう促すので、これはいきなり今年中に何とかできるような話ではありません。アメリカのメーカーもカナダやメキシコの工場をもしも閉鎖してアメリカ国内に工場をその分だけ増築や新築するというのであれば、その分だけ高い人件費に押し上げられる形になって自動車価格は必ず上昇するのです。そのようにしてアメリカのメーカー製の自動車についても価格が上昇すれば、日本車やドイツ車の価格が上昇した時も値段が高くなった車を買わされるのは誰かとなれば、アメリカ国民自身となります。トランプ大統領はバイデン政権の悪い政策によってインフレが進行したんだ。だから価格が上昇したのは自分のせいではないと言い訳するかもしれませんが、アメリカ国民にもダメージを与える政策なのです。とはいえ、そうとはいえ、日本の自動車メーカーもまたダメージを負うのは避けられません。日本のメーカーはかつての貿易戦争の苦い思いを教訓として、アメリカ国内での生産も積極的に行ってきました。しかし、トヨタで約5割、日産で6割、ホンダで7割が現地生産。逆にそれ以外の車については日本で作ったものを送ったり、もしくは日本で部品を作ってメキシコ工場で組み立ててからアメリカへと持ち込むといったような形でこれまでは販売してきました。25% の関税がかかるのであれば、アメリカ工場をより増産する方向へと舵を切り、日本での減産といったものも考えていかなければなりません。そうなれば当然のように生産量が落ち込むので、労働者もそれほど必要のないという話となり、自動車メーカー本体、そしてプラスアルファ、その部品を収めている工場にも売上の減少といった波が押し寄せることとなります。日本からアメリカへの自動車の輸出は6兆円、部品に関しては1兆円あると言われていますから、この売上減少の悪影響はかなりのものになると想定されます。続いて今日2つ目の話題は、ロシアに対する制裁解除についてです。トランプ大統領はプーチン大統領の求めに応じて、ロシアに対する制裁を解除するかどうか検討中だとしています。これは国会での停戦合意案の条件として、ロシアに対する制裁を解除してくれなければ、停戦は合意できないとロシア側が要求しているからです。トランプ大統領は停戦することそれ自体が目的化していて、日本やヨーロッパに対しては
強い関税政策を打ち出す一方において、ロシアに対しては制裁を解除し、貿易を復活させようというちょっと意味不明の行動を取り続けています。なお、こうしたトランプ政権に対して、EU 諸国は全く別の反応をしています。EU の欧州委員会においては、トランプ政権とは全く異なる方針。もしもロシアに対する制裁を解除するのであれば、それは現在のロシア軍が占領している地域から全て撤退することを条件として考えなければならないと方針を示しました。そもそもロシアに対する制裁を行っている理由は、ロシアによる侵略が原因なのであるから、その原因が完全解消されることが重要であるという原則をはっきりと打ち出したのです。プーチン大統領は軍事侵略し、その侵略先をロシア領とするようにと一方的に宣言しており、これを追認するような動きをトランプ政権がするのは国際秩序を乱す行為です。ちなみに制裁によるロシアに対するダメージとしては確実に浸透しています。ロシア最大の天然ガス会社は制裁が段階的にきつくなってくることによって2024年は赤字転落し、業績が明らかに悪化しています。また、石油関連の会社においては、制裁に伴う決済の障害などが非常に響いており、2022年、2023年が黒字だったところにおいても、2024年においては次々と赤字転落しています。最初からもっときつく制裁をかけていれば、この現象はもっと前倒しになっていたでしょう。とはいえ、今からそれを言っても仕方がないので、大事なのは、ようやくこの段階に来て、ロシア経済の力の源であるエネルギー産業についても、十分に締め上げが効いてきたというこの事実を受け止め、さらにこの制裁を強化する方向へと、本来であれば圧力をかけるべきです。このようにアメリカがヨーロッパや日本との間における貿易戦争が起こりかねないような関税政策をして、一方においてロシアに対しては制裁を解除しかねない動きなどをしている。こうした状況下において、フランスがウクライナに対して3200億円程度の追加支援を発表しました。こうしたウクライナに対する支援については、一回一回の支援については数千億円といったものがよくある光景です。このような話をすると必ずのように動画へのコメントで、アメリカはウクライナに対して10兆円、20兆円といった支援をしているのであり、フランスが3200億円程度の支援をしたところで何の意味もないといったような書き込みをする方がおられます。しかし、アメリカにおける支援においても、バイデン政権時代、1回あたりの支援については、1000億円、2000億円といった程度のものが通常であり、何兆円もの支援といったものがどんどんと出るようなわけではありませんでした。小刻みに、あれが必要だ、これが必要だ、これを送る、あれをするといった話を何十回としていたことにより、それによって積み上がった額が10兆円といったような額になるわけです。ましてや、今のように、トランプ政権がウクライナに対する支援を全く打ち出さない現状においては、まとまった額の支援を行っているフランスの方が、よほど現状に対してプラスに働いています。ちなみに、ヨーロッパ各国からウクライナに対する支援では、ドイツ、イギリス、フランスといった具合にして、フランスは実はそれほどやっているわけではありません。しかし、政治的に口を出すという意味では、リーダーシップを発揮しており、そのことはフランス国民の間でも少しずつ評価が高まっています。通常こうした外交面で頑張ったよといったことが国内での支持率上昇につながることは珍しいものです。それだけフランス国民もアメリカのトランプ政権がおかしなことをしていると考えてマクロン大統領の動きを評価するようになったというわけです。このあたりヨーロッパ各国におけるトランプ政権に対する信頼感の低下といったものがかなり目覚ましいものであるとも言えるでしょう。現在のトランプ政権が掲げているアメリカファーストはアメリカさえ良ければ良いといった考え方をかなり露骨に打ち出した政策が続いています。これはトランプ大統領の考える偉大なアメリカという姿と合致するかもしれませんが、少なくとも西側諸国全体の中で抜きん出た存在であったアメリカという姿を自ら打ち壊すような行動だと言えます。現在の政策が続いていけば、アメリカ国民自身がその経済的なダメージを負うことになるでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。トランプ大統領を支持する人にしてみると、今回の話はなんだかずっと批判を受けているように感じるかもしれませんが、しかしアメリカ国民自身が最終的にはダメージを負うような政策であるといったことは、これは客観的な事実だと私は思います。あなたは今回の話を聞かれてどのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。